今日はこのカラマツの目摘みをやりたいと思います。カラマツは目出しがすごく綺麗ですよね。春が終わったらもうこんな状態のボサボサになるんですけど、だいたい6月ぐらいになってきたら、目摘みとかちょっと、切り透かしなんかして、やってあげる必要がありますが、それをやったら結構もうあとはやることなくて、枝も、その後に伸びてくる枝も割と伸ばしっぱなしで、あとは休眠期の針金掛けとか剪定やって終わりと、そんな感じでやってます。なんか貝殻虫いるな、やば。カラマツには長枝と短枝あるので、基本的には、長い枝長枝を詰めて、で短い短枝を大事にするっていうことなんだと思うんですが、うちの地域には当然ながらカラマツ自生してませんので、画像検索とか盆栽の名品本見たりとかしているとですね、その目摘みもちょっと他の臓器とは違うポイントがあるのかなと思うんで、それを少しおしゃべりしながら実践していきたいと思います。すいません、またイラスト描きます。臓器の場合はこういう枝がこうあって、枝分かれがこういう風にあったとしたら、剪定はもうここで切る、こういうところで切って、同じようにこう枝をこう作っていって、最終的にこう扇形の枝を作ると、これ上から見た感じですね。カラマツの場合は、同じようにこういうふうに、枝がこういうふうに出てた場合は、ここで切るんじゃなくて、結局こういうふうに自然の木はだんだんこういうふうに下の方が長くなっていって、こういうふうな感じになって、逆三角形って言っていいのかな、こういうふうに先端が細くて真ん中がこういうふうな広がり方してるような枝、横から見たらこれが薄くこういうふうにここから薄く広がっていくような、わかんないですかね、ちょっとこれ横から見た感じです。そういう枝の振り方、しているようなんで、杉とか、そういうのもそうですね。なので目摘みはこういうところで詰めるんじゃなくて、強いところは短く詰め、下の方にある弱い枝を伸ばしてこういう形態にしていくというのが、エゾマツじゃないやカラマツらしく、作る、ポイントなのかなと思います。こっちは臓器です。どうですかね。これカラマツのこう枝よく裏から見たら、ここに長枝じゃない短枝があって、先端の方によく強く伸びる長枝があるんですけど、普通臓器だったらここで切る、そして枝分かれ作って扇形に作っていくんですけど、カラマツはもちろんここも詰めていくんですけど、これ丸ごと詰めるようなことはしなくて、こっちにちょっと力を回してあげる目的で、ここ詰めて、逆三角形こういうふうに作っていくと、そういう感じかなと思います。ちょっと正解わかんないんですけど、そういうやり方でやっていこうかなと。やっぱこうもじゃもじゃしてるんで、少しいらない枝は切り透かして今日の作業はそれで終わりにしたいと思います。ちょっと目摘みの動画の撮影ボタンを押すの忘れちゃって、もう目摘み終わっちゃったんですけどちょっとこんな感じで先端の強い枝は、ここで切るようなことしないで強めに摘んで、こっちは少し長めに摘むようなことして、この短枝
これも端子ですけど、こういうのがこう伸びてくるような、手助けをしてあげるということですね。はい、最近ちょっとぼーっとしててちゃんと取れてなかったけど、そういう感じです。はい、でいらない枝なんかこの時に、6月いっぱいめどに、切っちゃえばいいんですけど、この木の場合は特にいらない枝ないんで、そんなにないので、何もしません。この頭だけ切っておうかな。はい、でこの後2番目伸びてきますけど、もう伸ばしっぱなしで、休眠期にまた剪定と針金掛けをしっかりして、この枝しっかり下げて、こういう風にして作っていきたいと思います。はい、こんな感じで、で、今日はこれだけ、はい、簡単でした。これでいい。もうあとは夏をちゃんと来させるっていうことですね。こういうサーモテックなんか6月ぐらいに私1回使ってます。これから、巻いて夏来させて、また来年新しい可愛い芽出しを見たいなと思います。はい、ありがとうございました。